ご視聴ありがとうございます。今回は、大手私鉄のローカル支線のご紹介です。置き去りにされた未成駅と揺れまくる車両、何年経っても発展しない沿線の裏側に迫ります。今年3月に訪れた路線の転換点とは、一体何なのでしょうか。ここは、愛知県を中心に路線網を展開する大手私鉄、名鉄こと名古屋鉄道最大の駅、名鉄名古屋です。名鉄の路線網は名鉄名古屋を挟んで広がっており、様々な路線と直通する列車が絶え間なくやってきます。私が乗るのが、12時11分発、特急宇都宮行きです。多くの列車が名鉄名古屋を挟んで運行されるのに対し、この列車は名鉄名古屋が始発。列車は6両編成で、宇都宮寄りの2両は追加料金が必要な座席指定車両、特別車です。名鉄名古屋が始発の列車でありながら、長い乗車待ちの列もなく、特別車先頭の展望席はガラガラです。展望席も他の座席も料金は同じなので、なんだか不安になります。両側のドアが順番に閉まり、名鉄名古屋を発車です。線路は間もなく地上に出て、JR 東海道線、中央線と並走します。ここから私が向かうのが、名鉄が抱える路線、知多新線の終点、宇都宮駅です。知多新線は、愛知県南部の知多半島の南部に敷かれた、全長 13.9 キロの路線。神宮前駅で名古屋本線から分岐する常滑線から太田川駅で分岐する高和線から富木駅で分岐する、支線の支線の支線です。また、数ある名鉄の路線の中で、正式名称に新線がつく唯一の路線です。起点の富木駅までは、特急でも名鉄名古屋から40分かかります。途中の様子も大事なので、かいつまんでお届けしていきます。2駅目の金山から続く福々線、次の神宮前では乗務員が交代し、駅自体は2面4線でその先では立体交差があります。常滑線内でも快調に走り、先に発車していた金山始発の普通宇都宮行きを追い抜き、3層構造の巨大駅、太田川に到着です。ここは2011年に高架化された駅で、常滑線の上下線と高和線方面への下り線がこの階層、上には高和線の上り線のホームがあります。土木の力を感じる立体構造を間近に見ながら、列車は高和線に入ります。高和線内では沿線に田んぼが広がる区間が増え、7駅目の阿久井では、駅東側に田んぼと川が広がります。阿久井から4駅、知多半田に到着です。ここから4駅先の知多武豊まで、東側に JR 武豊線が並走していることもあってか、住宅が多めの車窓になります。知多武豊の次、富木に到着です。この辺りではすでに線路はロングレールにはなっておらず、ジョイント音が響きます。屋根もそれほど長くなく、特に下り線側はホームの一番奥にちょこんとあるだけです。駅舎までの間も屋根続きにはなっておらず、ホームの奥には構内踏切。構内踏切自体は名鉄の駅ではよく見られるものですが、神宮前や太田川のような分岐駅とは大きく違う設備です。富木を発車です。ポイントはすべて、切り替わるところだけが左右に動くもの。太田川などにあったレール自体がしなるように動くタイプではなく、技術的に古く、乗り心地も劣ります。また、高和線と知多新線は立体交差ではありません。ここから先ではジョイントの間隔がさらに短くなり、ガタンゴトンという音がひたすら響きます。そしてこの線路、木々がせり出しているので分かりにくいですが、右側にはもう1線分の土地があり、複線にできるようになっています。ただし知多新線は全線単線で、複線化された区間はありません。富木から3キロ、見えてきたのは駅ではなく、別荘池信号場。上り線側が直線ではあるものの、基本的に左側通行となっており、高速通過に配慮された施設ではありません。隣に停車しているのは金山行きの普通。6両編成ですが、車内はガラガラのようです。次の上沼駅まではここから 2.8 キロあるため、ここで行き違いする列車もあります。信号場を過ぎると、知多新線で最初のトンネルに入ります。複線分の構造物ですが、線路はここでも単線で、途中には信号場に向けた信号機が立っています。そしてその先の左カーブで、線路が敷地の右側から左側に移ります。
最初の停車駅、上野間に到着です。二面二線の相対式で、屋根はそれほど長くなく、ホーム上の人もまばらです。ここから先の各駅にも、人影はほとんどありません。特別車の先頭にある展望席は、名鉄名古屋からずっとガラガラです。知多新線で3駅目、知多奥田に到着です。ここは線内で最も乗降客数が多い駅ですが、それでも1日平均4500人、日中の人気は少ないです。対向列車を待ちます。あの列車は、急行新鵜沼行き。日中は特急と普通と急行が毎時1本ずつありますが、名鉄名古屋を貫いて反対側まで行くのは急行のみで、特急は名鉄名古屋まで、普通は2駅手前の金山までです。すでに木製の枕木も目立ってきました。橋の中には最初から複線分で作られたものもありますが、一部しか使われていないところに哀愁が感じられます。線形はそれなりに良い一方、軌道の整備状況が名古屋本線などに比べて良くないこと、展望席は床が高いこともあって、結構揺れる車内です。そしてこの先のわずかな直線区間に、複線分の高架橋と、ホームの残骸があります。これは廃駅になったのではなく、ここに作られる予定だった未成駅、小野浦駅の移行です。見渡す限り山しかないこの場所に駅を作ろうとした理由は、一体何だったのでしょうか。時速100キロ近くで走る特急ですが、次が終点の内海です。トンネルを出た線路は複線分の高架の途中で分岐し、二面4線の駅へ滑り込みます。言うまでもなくここが知多新線最大の駅ですが、構内の人影はまばらで、日中は3、4番線だけを使っています。名古屋を出てほぼ1時間、ようやく終点に到着です。時刻表がこちら。平日朝ラッシュでも毎時4本という寂しいダイヤです。その上線内では全ての列車が各駅に止まり、追い越しや待ち合わせもありません。末端線区では速達列車が各駅に止まるのはよくあることですが、隣の普通列車も折り返しの特急も車内はガラガラで、なんだか寂しい感じです。なお、今年3月のダイヤ改正で日中の運行体系が見直され、久喜内海間折り返しの普通列車が30分間隔になる合理化ダイヤになっています。1番線の横にある錆びついた広告看板の台座を眺めつつ、下の階層へ降ります。中2階は高架橋の下に据えられ、壁などもないので、雨風を防げません。なお、隣のホームは日中は使われていませんが、封鎖されてはおらず、普通に立ち入ることができます。2021年の乗降客数は1日平均で959人で、構内にはエレベーターもエスカレーターもなく、バリアフリーへの配慮は一切なし。広い構内を改札へ向かうものの、途中では誰ともすれ違いません。改札機は2台だけ。左側のスペースは広く開いており、床面には何かを埋めたような痕跡があるものの、今ではフェンスで仕切られています。奥の区画はほとんどシャッターが降りているほか、窓口周辺も同じ。この駅は終日無人駅で、知多半田駅からの遠隔管理です。私はこの日、フリー切符がヨレヨレになってしまい、インターホンで改札を開けてもらいました。遠隔対応できれば良いですが、係員が直接対応する必要がある場合、長い時間がかかります。名鉄名古屋からおよそ1時間で、運賃は1140円です。時間の割に高く感じるのは、名鉄が運賃計算に際して営業キロを割り増している路線があるからです。営業キロをそのまま使うのは名古屋本線だけで、それ以外は 1.15 倍か 1.25 倍の係数を使っています。また、知多新線では20から70円の加算運賃があるため余計に割高で、久喜駅まででも480円と、なかなかシビアな金額です。高架下にはお店の看板が並びますが、営業していないものも多く、人気はありません。ここからおよそ 2.5 キロ離れた小野浦駅を目指します。線路は山間部を貫いており、線路沿いに道路がないため、西側へ大きく迂回する必要があります。民家もまばらな坂道を進み、近所の犬の視線を感じ、虫の鳴き声しか聞こえなくなった山道をひたすら進みます。そこそこ新しい電線が伸びており、駅につながる道路も草はなく、車内からは秘境感満載に見える一方、意外と来るのに苦労する場所ではありません。坂道の上にあるのが、未成駅に終わった小野浦駅。山間部にそびえる武骨なコンクリートの構造物が異彩を放つこの場所、すぐ横まで近づけます。
右に伸びる道路は線路につながるものですが、関係者以外立ち入り禁止、監視カメラ稼働中の看板が、線路の奥から急行新鵜沼行きが通過です。線形が良いため時速100キロ近くで通過し、山間部が一瞬だけ賑やかになります。ホームの長さは20メートル強と1両分余りしかありません。草が茂る場所を奥へと進みます。この先の草も気合でかき分け、さらに奥へと進みます。高架下は草が刈り取られて土が剥き出しで、それなりにメンテナンスされているのがわかります。高架下の様子がこちら。内海駅とは違って、階段は中2階で分岐する構造ではありません。階段のたもとには、関係者以外立ち入り禁止の看板が。これでは乗り越えられそうなので、それを囲むように高いフェンスが設置されたようです。さらにその先も、金属製のパネルで封鎖されています。そこに下り列車が通過。轟音とともに高架橋をビリビリ揺らしながら、一瞬で走り去っていきます。そしてこの階段をよく見ると、たもとは私が進んできた道路とは逆側にあります。駅として整備する場合、こちら側を改札などにすることになりますが、この裏側には対応する工事が行われた形跡はありません。ホームの側壁はほんのわずかで、階段部分にすら側壁がないなど、新駅構想が早い段階で頓挫したことがわかります。そしてこの駅、先ほどのカットの場所のあたりで道路が分岐しており、線路にある程度沿う形で内海駅の方へ進めます。途中には稲が実った田んぼがあり、人が通っている様子は感じられるものの、どれだけ進んでも民家一つなく、分岐点から1キロほどの場所で道路は終わり、怪しいため池に到着です。山に囲まれているため、日没前から日が陰ります。駅周辺には人気が全くない小野浦駅と、山間部をひたすら走る知多新線。生かされない設備が大量に残るこの路線の裏には、一体何があったのでしょうか。知多新線の計画が本格化したのは、1950年代後半。開発が遅れていた知多半島南部への鉄道敷設はそれまで計画通りに終わっていましたが、一部が国定公園に指定されるなど、観光地として存在感を高めていたのを機に、本格的に動き出しました。新線建設にあたって、ご覧の3つの案がありました。第1案は路線が長くなることから却下され、最終的に半島の中心部を開発しやすい第3案になり、海岸沿いルートと山間部ルートのうち、宅地造成に有利な山間部ルートが選定されました。66年の免許申請の時点では、久喜駅と隣の駅の間に信号場を作って分岐させる計画でしたが、付近に新駅誘致を図る地元の運動と重なったことで用地買収が難航、最終的に久喜駅周辺の住民が用地買収に応じたことで、久喜駅が起点になりました。工事は1970年に着工、工事中にトンネルで異常出水事故が起き、追加の用地買収が必要となったことなどから、最初の区間である久喜上沼間の開業は74年6月までかかりました。しかもこの頃日本をオイルショックが襲い、資材価格が高騰したことで、ここからは小刻みな開業を余儀なくされ、75年7月に知多奥田まで、76年4月に野間までが、一駅ずつ開業します。そして終点の内海駅の建設も、一筋縄ではいきませんでした。もともと内海駅は海岸沿いに作られ、近隣と合わせて総合的に開発する予定でしたが、内陸部の開発や観光客向けの商売を重視した地元との折り合いが悪く、長引く調整の末、今の場所に駅が作られました。さらに工事中に遺跡が見つかってその分工事が遅れ、最終的に知多新線の開通は、1980年6月までかかりました。そしてこれらの工事に時間がかかっている間に社会情勢が大きく変わり、知多新線の運命が大きく変わります。沿線の大半が市街化調整区域に指定されたのです。これは乱開発の抑制などを目的に決められる区域で、原則として建物を建てられません。知多新線の大半が収まる知多郡美浜町では、大半が市街化調整区域に該当し、周りの自治体もほとんど同じ。知多新線は宅地造成によって利用者数が増えることを当て込んでいたため、沿線開発ができないのは致命的でした。代わりに名鉄は沿線観光を推進し、80年代前半には観光施設を作って利用客を増やすべく努力したものの、知多新線が海沿いではないためバスなどを使う必要があるという欠点もありました。86年2月には2面3線だった内海駅が2面4線に増強され、
3月には別荘池信号場が開設、87年4月には美浜緑園駅が新規開業しました。沿線でまとまって宅地開発されたのは、この美浜緑園駅の周辺程度です。その後、レジャーの多様化によって閉鎖されるレジャー施設が出るなどし、今では沿線の大学などへの通学需要がメインで、仙台で最も利用客の多い北奥田駅は、それらの施設の最寄り駅です。そして名鉄には、同じく1950年代後半のレジャー需要をきっかけに発展したものの、その後レジャーの多様化と競合路線の利便性向上で没落した路線があります。以前別の動画でご紹介したこの蒲郡線、名古屋方面への直通列車はすでに廃止され、今ではワンマン運転の列車が30分間隔で運行されるのみで、沿線自治体の補助で存続しています。知多新線ではこれまでワンマン運転は行われず、名古屋方面直通列車もありますが、3月のダイヤ改正で日中が線内折り返しの普通列車の30分間隔運転になり、同時に朝9時台から夜10時台でワンマン化も始まっています。日中の特急や急行は、すでに見られなくなりました。また、途中にある上の的の間では、2面あるホームの片方に列車の発着が集約され、もう片方が立ち入り禁止となるなど、設備の縮小も見られます。2020年5月から暫定的に終日無人化されていた内海駅も同じタイミングで正式に終日無人化され、仙台の終日有人駅は、久喜駅を除けば北奥田駅だけになるなど、厳しい状況が続いています。今のところ自治体に支援を求める段階ではないようですが、予断を許さない状況です。ご視聴ありがとうございました。